で、これまでもたくさん板谷先生とは話をしてきて、私も流体力学を、板谷先生に初めて教えてもらったようなもので、ほぼ理解ができてないんですが、板谷先生がその物理学の中でも本当に難しいとされている流体力学になんでその学生時代に興味を持ったのかというところからちょっとお話を聞いてみたいなと思うんですけど。そうですね。僕は医学部に入った学生の頃にもともと数学や物理にものすごく強い興味があって、でその当時は医学部に偏差値だけで入ってくる人間に対する社会的なバッシングがものすごく強かったという時代でした、要は頭がいいだけで医学部に入ってくんじゃねえよじゃないよと、で医師は人格は問われると、医は忍術であり算術ではないと、計算だけができるようなやつが医者になるのはおかしいというのを、予備校の教師ですら言うというような時代だったんですが、しかしながら僕はものすごい尖った医学生だったんで、そういうその偽善じみた社会的な風潮がものすごく嫌いで、とことんまで尖って学問を極めてやろうと、医者になって役に立つか立たないか全然わからないけどとことんまで物理学を極めてやろうと、なぜか思って、半ば反抗的に物理学を極めてた時期がありました。でそんな中で、どうしてもその完成された理論、対称性があって、保存則が保たれていて、綺麗すぎる純粋な理論よりも、いわゆる究極理論というやつですよね。そうですね。究極理論にももちろん興味があって、素粒子物理学だとか相対性理論の本はいろいろと読んだんですけれども、完成されたものよりももっと生命現象のような、不確実で、対照的でもなくって、保存がされているかされてないかわからないようなものがたくさんあるような、そういう未知の世界にどうしても興味があって、でただそれはその、理論では解明できないんだからって言って理論をかなぐり捨てるようなスタンスは僕は嫌いで、どこまでも理論の目でもって混沌とした現象を見つめてやりたいという強い気持ちから、流体力学というのはナビエストークス方程式というのが有名なんですが、解が存在しているかどうかもわからないと。1億円の賞金がかかっている。そうです。1億円の賞金の話は僕はちょうど大学5年生の時に2000年にクレイ研究所から発表されて、7つの未解決問題という中で、数学の7つの未解決問題の中で物理の問題は2つしかなかった、ヤン・ミルズ場の対称性の問題と、ナビエストークス方程式の問題と、どちらかで生きてやろうと思った時に、最も混沌としていると思っている流体力学のナビエストークス方程式に強い興味が湧いたというのが学生時代です。先生、その流体力学っていうのは高校生の時も知ってたんですか？いや、知りません。高校物理では全然触れられないものなんですか？全く触れられないですね。高校物理っていうのは、やっぱりニュートンの頃から、文部省の指導要領があって大学受験があって、すごく完成されたカリキュラムと完成された範囲の中だけで、難しい問題が深まっていくと。で受験生の頃から、もうそれが不満で、もっと未知なものにチャレンジしたいみたいな、知的欲求が非常に強かったということはあります。なるほどね。ちなみに僕は早々に生物学に行っても、物理学は高校の2年生まででもう諦めたので全然頭に残ってないんですけどね。先生は生物をやってたんですか？生物は大学入ってからやりました。高校時代は生物？高校は頃は物理科学か科学生物で選択する人が多かったので、物理を取る人は生物やってないし、生物取る人は物理やってないという時代だったと思うんですよね。ちなみにさっき先生予備校の先生が言ってたっておっしゃったんですけど、先生予備校とか行ってたんですか？僕は現役時代は、高校生の頃は行ってなくって、大学生時代に、予備校で教える方のアルバイトとかそういうのをやっていて、高校3年生の理系の主任だったので、そういう業界の事情は割とよく知っています。なるほど、その時の経験のさっきの話だったんですね。